カジマックス南山ヨカバイ2始まります。よろしくお願いします。今回はソロキャンプ企画です。今回すっごいメガネこもるけど大丈夫かな。もう何も見えない。今日はもうずっと前からまた行きたいと思ってたところで、もう本当に南小国のもう熱々のキャンプ場で、今まできついてるかどうかわかんないけど、よくこの T シャツをつけてるんですけど、ちょっとちっちゃくて見えないですかね。じゃじゃん、山鳥の森オートキャンプ場ですいやもう本当にこのキャンプ場もういろんな、そういう詳しい話は実際そこで聞きましょうか。とりあえず今回は山鳥の森に行きまーす。よし、到着しました。そしてオーナーの飯宗屋さんは多分中で出迎えてると思うんで、早速入ってみましょう。これ管理棟ですね。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。改めまして、山鳥の森、オートキャンプ場の、飯宗屋と言います。よろしくお願いします。お願いします。確かに2代目なんですよね。そうです。はい、父が始めたキャンプ場で20年経つんですけど、はい、20年目で一応僕がこっちに帰ってきてですね。はい、で今回事業承継ということで今年から一応やらさせていただいてます。じゃあ改めてどんなキャンプ場なんですか。はい、名前の通りですね、オートキャンプのお客さんをですね一応中心に展開しているところで、あとバンガロー3棟ですね。バンガロー3棟もはいしてます。はい。それに加えて一応うちは温泉施設を一応完備しててですね。温泉があるならもう怖いもの何もない。なのでやっぱ子供の方とかですね、やっぱ夜お風呂とかですねに入れるということで、やっぱそういった意味でファミリーの方がすごい多いですね。はい。しかも結構ここもいろんなもの揃ってるんで、結構なんかね忘れ物をしたとしてもそうですね。買えるし。はい。もう簡単な調味料とかですね、あとお皿とか、雑貨品ですね、そういったものを置いてるので、ちょっと忘れちゃったっていう場合はですね、ある程度は対応できるようにはしています。こちらのコップとかも地元の小国杉を使ったですね、新肉屋さんが作ったこのコップですね、とかこういったウッドプレートとかですね、いいですね。結構間伐材を利活用ということでですね、こういった商品を作ってですね、おしゃれに作って、実際キャンプとかで料理とか乗っけてもらってすごい映えるものになっているので、ぜひステーキをそのままここにバーンそうですね、もうそういった感じで使ってもらえるとですね、すごいいいかなと思います。はい。施設をですね、見てもらう前になんですけど、一応ちょっとうちのキャンプ場の現状ということでですね、多分もう見てもらったらもう分かると思うんですけどですね、実は令和2年度の7月豪雨ですね、人吉とかがすごい大きな被害を受けられた大雨があったんですけど、実は時やっぱここの流域もですね大きい被害を受けてですね、もっとここはそれこそプールがもともとあったんですけど、もうプールも全部土に1回埋まっちゃってですね、でこの向こう側にもテントサイトがですね、あったんですけど、そういったのも全部川に飲まれてしまって、土の下に埋まっちゃってる形になりましたですね。その時はまだ父が代表としてやってたんですけどやっぱ一番最初父がキャンプ場を見に行ってですね、帰ってきて第一声に言われたのがやっぱもう無理よみたいなことを最初言われてですね、で僕も本当みたいな感じで半信半疑で来てみたら、やっぱもう本当すごい圧倒的なもう水の力でもう見る形もないぐらいですね変わっててですね、確かになんか継続は難しいかもなっていうのは第一印象思ったんですけどですね。なんかそれでもやるって思ったなんかきっかけって何かあったんですか。予約で入られてたお客さんとかがおられたので、一応こういう状況になっちゃったので、すいませんちょっと一旦キャンセルっていうお願いしますのこちらから電話をしたんですけど、その時にですねほとんどのお客さんはなんか手伝うことありませんかとか、必ず行きますんでずっと待ってるんでなんとか復旧させてくださいとかですね、そういった励みの
言葉だったりとか、あと手紙とかですね、あと地元の方のボランティアとかですね、商工会の青年部の方とか来ていただいて、片付けの手伝いとかですね、いろいろしてもらってですね、やっぱその中でここまでこう求められてるキャンプ場があるならですね、やっぱ閉めるっていう選択肢はないなっていうことで、なんとか時間かかってもいいから再開をさせたいなっていう決意でですね、やってきました。復帰はしたものの、まだこう完全復帰ではない、そうですね。今回被災をまだ受けてないところを今とりあえず一部オープンということで、去年の夏ですね、再オープンだいたい準備までそれでもやっぱり1年間ぐらい準備がかかっちゃったんですけど、1年間かけて一応一部オープンという形で、今年の夏ですね、をまたこのロープの向こう側をですね、今からまたサイト作りをしていてですね、で今年の夏にまたお客さんを迎え入れられるようにですね、今頑張っているところですね。新しい感じの建物が、ですね。一応今回トイレとかもあとお風呂ですね、一応新しくして、トイレはもうこうやって新しく。ここはトイレなんですね。もともとちっちゃいトイレがあったんですけど、今回もうリニューアルをするにあたって大きいトイレにボンと。これはなかなかすごいぞ。です。これが新しくなった、温泉の建物になります。じゃあもうそれさんここで以外僕先に入ってきます。いや実はまだですね、ちょっと溜まってないかもしれないですよね。すいません。そんなことある。そしてここはロッジですかね。これがバンガローになります。そしてこれはもう3棟がある。そうですね。これももともとやっぱ3棟建ってたのをこちらに新しく建て替えたというところで、同じ3棟というところでやらさせてもらいました。早速どうぞ。じゃん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 。こちらになります。わかります。すごい。これもいいね。これ夜星空とかですね、見えるようになってます。最高じゃないですか。なんか可愛いね。そう、実はこれ大学生がですねデザインをしてくれたんですね。デザインは大学生がやってくれたんですね。そうです。その復興の一部というか、結構いろいろ町の人たちがこう組み立てを手伝ったりしてたんですよね。確かに。そうです。もともとこのコンセプトがですね、今回被害を受けてですね、建物を建て直そうとなった時にですね、この地域って熊本地震も経験しているということで、やっぱ今後に活かせるものが作れないかなっていうことで、仮設住宅ですね。やっぱそういった大きい災害が起きる時って仮設住宅がこう絶対行ってくるんですけど、なんか地元にあるもので、かつだからそこの地元にある人手でですね、リンクで作れるものがあったらこうすぐ対応ができるよねっていうのをコンセプトで一応打ち出してですね、で実際に地元の人に建ててもらって、そういったのをちょっと実証したっていう形になりますね。ロッジはもう本当に町のみんなの協力でもう作りましたけど、僕が寝るところはもう僕一人で作ります。とりあえずテントと椅子とここ焚き火台も入ってます。ここからもう本当にキャンプのベースになるものをちょっと立てていきたいと思います。そして恥ずかしい話なんですけど、今日準備して焦っていろんなキャンプ用品をこう集めて車に入れて、それでテントが入ってる服を取り出して妻に見せて「あゆみこれテントだよね」って「あれテントだよ、ちゃんとテントのポール違う袋に入ってたらそれもちゃんと積んでね」って言われて、ここ着いたら「あポール」って完全に忘れてしまって、でもありがたいことに借りることができたんで、でもこれがこのテントに合うかどうかはまだ分かんないけど、だからちょっとヒヤヒヤしてます。いけるかな。これテント貸してください。テント貸してください。妻の言うこと聞こえかったな。結局、もう皆さんの協力で僕が寝るところが立ちました。
いろんな、生意気なこと言ったけど結局一人で何もできません。それを理解して助けを求めるのも大事です。じゃじゃーん、完成しました。イエーイ。皆様のご協力のおかげでありがとうございました。疲れた。あとはもうビールを開けて温泉に入ってのんびりするのみです。温泉ができたようで早速入りたいと思います。温泉こちらですね。何勝手に入ろうとしてるんですか。ここから着替えるからちゃんとここで待っててください。いつの間に来た。いやー、これは最高です。そういう泉質のことはよくわかんないし、そういうかっこいい解釈はあんまりできないですけど、間違いなく言えるのはこれが超気持ちいいです。湯船に入る瞬間はちょっと熱すぎるぐらいと思ってでもちょっと体をここまで使ったらもうなんか極楽。これがキャンプ場にあるのはもうなかなかない贅沢ですね。では料理をちょっと始めたいと思います。とりあえずやっぱり時間がかかる米をちょっと本当は普通なんかかけるんですけど、まあかけなくてもなんとかなるでしょう。では、今日の料理のメインイベントは実はですね、僕はこの間知ったキャンプ用のレシピなんですけど、これを使います。ホットサンドメーカー。でも作るのはサンドイッチではないです。これはチキンです。でこれはコーンフレークです。これを合体させて唐揚げにします。おお、パチ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 。このコーンフレークを潰して混ぜます。あしゃ、いい感じですね。家で一回練習で作ってるわけじゃないんで、ちょっと僕も初めてです。まあいいでしょう。大丈夫かな、米が。これをちょっと引いて、おお、なんだかんだ美味しそうじゃない？いいね。よし、そんな感じでもうちょっと油をかけます。あとはもう閉めて焼くだけらしいです。頑張れ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 。ちなみに何分ぐらい焼くの？ああ、そうね、メモ取ればよかったね。でもこれでパンをこれで焼くときは結構早いですよね。まあまた出来上がったら連絡します。